松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるでしょうか。マダムロイヤルのですね、花芽がついてきたんですよ。はい、で、この前出したやつが完売しまして、どうも皆さんありがとうございました。マダムロイヤル、販売した分がですね、全部売れてしまいました。本当にどうもありがとうございました。ハウス水やりしてたらですね、花芽付きのマダムロイヤルにつきました。結構花も膨らみ始めてですね、いいのかなと思いまして、今回は10鉢ほどですね用意することができましたんで、はい、それを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マダムロイヤルですね、去年これだけです。梅雨時期からずっと伸びて2本立ちになりました。2本立ちになってですね、去年は花芽がですね、10輪ぐらいしかつかなかったんです。今年結構いっぱい花芽がついておりますんで、楽しめるかなと思います。で、花芽もまだ小さいんで、今ちょうど送り時かなと思いますんで、マダムロイヤル、これはですね、アフィラムの選抜種みたいです。アフィラムのミッションの中から選抜されたやつですね。花はだいたいアフィラムと一緒なんですけど、ちょっとバルブもでかいし、花もちょっと大きいような感じがしました。はい、花自体はですね、本当にアフィラムと同じような形ですけれども、少しの違いがあるのかな、選抜された、わけがあるのだと思いますので、マダムロイヤル持ってない方はですね、ぜひ、ご購入の方を検討してください。はい、こんな感じですね。これがですね、マダムロイヤルの1番です。こんな感じですね。回しましょうかね。これがマダムロイヤルの2番ですね。これがマダムロイヤルの3番です。これがマダムロイヤルの4番です。これがマダムロイヤルの5番ですね。はい、これがマダムロイヤルの6番ですね。これがマダムロイヤルの7番です。これがマダムロイヤルの8番ですね。これがマダムロイヤルの9番です。これがマダムロイヤルの10番ですね。これはですね、11月に水を切ったやつなんです。1ヶ月水やらなかった。で、苔がどうなってるのかって皆さん1ヶ月水やらなくて大丈夫なのかっていう話もあったんですけれども、なんとか苔も行き立ってきました。こういう形でですね。はい。それとですね、これの管理方法はですね、11月に水を切らした後は乾いたら水をあげています。で、これはハウス内、10度以上あるハウス内で育っているんで、で日当たりもいいんですよ。寒冷遮もしてないぐらいで育てていますんで、乾きが早いです。ほとんど2日に1回ぐらいは水やってます。晴れた日はもうほとんど毎日ぐらい水やってます。というのはもうほとんど毎日乾きますから、乾いたら水やるパターンで、これからも過ごしてやってください。置く場所によって乾き方は違うんですけれども、
乾いたら水やるっていう育て方でやると花芽がどんどん膨らんでいきますからね、そういう管理をしてください。肥料はですね、これも後でセットしてあげますんで、4月になったらこの鉄の棒にクリップで留めて、もらえればいいようにセットしておきますんで、肥料までつけていきますね。今つぼみが硬いんですけれども、これがですねちょっと大きくなると花が折れたりしますんで、これもですねできればもうつぼみが小さいうちにご購入していただいて、輸送痛みがない状態で、もし買っていただければいいのかなと思います。はい、この今からですね花芽がどんどん膨らんでくるのも楽しみの一つになりますので、ぜひ挑戦してみてください。普通のアフィラムとの違いといたしましては花の大きさが少し大きいです。それとバルブの大きさが少し大きいのと普通のアフィラムよりはちょっと長くなるような感じがしますね。はい、で、これが最初の苗作りだと思うんですよ。1年目2年目多分3年目という形の作り方になっているかなと思います。3年ぐらいちょっとかかってしまいますんで、今年はですねまたここから花がちょうど終わるぐらいから新しいバルブが出てきますんで、何本出てくるか楽しみだなと思います。それがですね9月ぐらいまでどんどん成長していきますので、そこら辺も夏は観葉植物として楽しめるかなと思いますんで、ぜひこのマダムロイヤルアフィラムの選抜種を挑戦してみてください。そうやって見るとですね、本当に楽しいと思います。花が膨らんでくるの、それと夏からですね新しいバルブがどんどん成長していくのもすごく楽しいので、ぜひ挑戦してみてください。松田さん質問です。はいはい。それ例えば今年、はい、来年、はい、再来年って育てていったら、はい、バルブがこうできればですねできればこれは板付けとか流木付けにしてやるとバックにその板にですね根が張ってくるんですよ。そうすると管理がしやすいと思うんですよね。はい、私も今年ですね花が終わったら板付けにするか流木付けにしようかと思っております。そうしたら苔も変えることなくそのまま育ててどんどん株が大きくなっていくというような形の育て方になると思うんです。育ち方にですね。ってことは、はい、板付けにすると、はい、板にこう根が張るので、はい、株が大きくなったりバルブが増えたりする。そうですね、管理もしやすくなるしこの苔玉の成長も持続できると思うんですよ。はい、このままでもいいですけど板につけた方が根の張る部分が広くなりますんで、成長もいいと思います。で今までアフィラムとかガーデンデンドロビウムつけておりますけど板につけてたらですね根の張りがすごく良くて、いいのかなと思っております。去年はですね苔玉を半分に切ったり3分の1切ったりしていましたけど、ずっと今実証実験しているとですね苔玉のまんまポチッとつけても全然平気なのかなと、板に根が張りづらいんじゃないかと最初は思っていたんですが結構根も張ってくれてですねある程度そこへんは柔軟にできるのかなと思います。その代わり板につける場合はもうちょっと少し切ってからでもしっかりつけることが大事になってくると思いますね。これがグラグラするとちょっと根の張りも悪くなりますので、そこへんは気をつけてやった方がいいのかなと思います。そういった作品もですねどんどんちょっと作って見本を作りますんで、それも紹介していきたいと思います。はい、こんな感じのやつが苔玉の場合どうなるのか、板につけたらどうなるのか、流木付けにしたらどうなるのかっていうのもですね皆さんに、お見せすることができるのかなと思いますので、そこへも情報を発信していきたいと思っておりますので、はい、一つの方法じゃなくていろんなのが応用できると思いますので、基本はこれ、基本はこれにして次どんどんいろんな応用ができるという形で考えてもらうといいのかなと思いますね。はい、話戻りますけど、はい、板をつける、はい、板に根が張ってくる、はい、そうすると株が成長する、そうですね、バルブが増える、花がたくさん咲くっていうイメージ。はいはい、でそれで世界天皇入賞を狙って出品することもできる可能性はありますよね。そっちの方向に行くってことですね。そうですね。一つだけじゃないと、普通のプラスチック鉢に植えるだけじゃなくていろんな方法が取れるんで、皆さんもですねいろんなのを挑戦されるといいかなと思うんですよね。はい、板付けに限定されず、そうですね、いろんな方法があるという思います。
苔玉の場合乾燥が早いんで、ちょっと管理が普通の鉢植えよりはちょっと手がかかるんで、まあそれを避けたいんであればちょっと大きなスリット鉢に植えるとか、そういった形もできるんで、はい、でアフィラミュ類に関しては根の活着率がいいんですよね。はい、本当に丸坊主にして板につけてガンガン根が張る場合もありますんで、そこら辺はいろんな応用ができると思います。はい、松田さんもいろんなことをやっていくんですね。そうですね、もういろんなことをやっております。まあ、実証実験いろんなことをやっておりますんで、はい、面白いかな。他にこのアフィラミに関しては今ですね、今年はもう何百鉢か流木漬けとか板漬け作ってるんですよ。それがどういう動きをしてくるかが本当に楽しみですね。コメント1件だけ紹介します。はいはい、ジャッキーさんです。いつもありがとうございます。この間のキンギアナムのセットですね、はいはい、についたコメントです。キンギアナム咲いてきましたね。春間近です。はいはい、ネオルージュガーデンデンドロビウム紹介癒され景観抜群です。コメント紹介ありがとうございます。レアな一品物購入される方は大事に育てられるのでしょうね。松浦様の忙しい時期が駆け足でやってきます。いろいろな作品配信アップ楽しみに待ってます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジャン・オリステン即売はい、すぐ売れてしまいましたね。ありがとうございます。はい、チーターありがとうございました。もう早速買っていただいてですね、で今日送りましたんで、はい、明日明後日着くみたいです。また可愛がってやってください。はい、ガーデンデンドロビウムの親株の方もすぐ売れてですね、そうですね、鹿児島県の方に買っていただきました。どうもありがとうございました。はい、あんなやつをですね、どんどん今から作って皆さんに紹介していきたいとも思います。まずきれいにどんどん今からですね頑張って育てていきたいと思います。やっと春が来そうです。もう待ちました。はい、来週ぐらいから暖かくなるということなんで、もう外の壁面とかですね全部出そうかなと思います。1000鉢ぐらい今ハウスに直してるのでそれを出していきたいと思っております。はい、もうガーデンデンドロビウムも花が少しずつ咲き出してですね、今年は色別でちょっと選別していきたいなと思っておりますので、なんとかそれもできそうですね。はい、それを2年ぐらい育てて完璧な綺麗なボリュームのあるやつを作っていきたいなと思っております。はい、徐々に紹介していきますので、そこへんクルカル村のチャンネルをどうぞチェックしてみてください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。